近の毎日メイクをご紹介していきたいと思います。最近なんかちょっとパンツスタイルにハマってるので、ちょっとメイクは女っぽいイメージで作り上げるのが好きで、このメイクにタイトスカートのミニとか履いてたらなんかうふん感がすごいと思うんですけど、格好がカジュアルだからこそメイクは女性らしくっていうのをテーマに最近は作り上げています。それではメイクスタート。それではすっぴんから始めていこうと思います。最近は日焼け止め代わりにベアミネラルの CR ディフェンスモイスチャライザーのソフトラディエンスで、こちらをワンプッシュぐらい出したら顔全体に塗っていきます。そんなに色はつかないんですけど SPF30 の日焼け止め効果がありつつ、大気汚染とブルーライトからプロテクトしてくれるっていうクリームなので、ブルーライトって紫外線よりも肌の奥に入ってくるんですって。実はあとは本当乾燥しない肌を作ってくれるので、すごく今気に入ってます。ベアミネラルプライムタイムというメイクアップベース。このベースもう完全なるクリアなんですけど、塗るとなんかオイルのようにスルスルってもう肌に伸びて、もう肌全体のデコボコを一気に均一にしてくれるんですよ。ファンデーションも最近はベアミネラルティンテッドジェルクリームのパーチ 1.5。 ミネラル系のファンデーション結構好きでいろいろ使ってますけど、このベアミネラルのやつ全然崩れないので、テクスチャーが柔らかいムースをお肌に伸ばしているみたいな感じで、こう手でさーって伸ばしても綺麗に均一につくので、こう毎日使いするにあたって急いでる朝とかでもパパパッと綺麗なベースメイクを仕上げられます。かなり薄い膜を均一にこう顔にかぶせたようなナチュラルな仕上がりなので、正直そんなにカバー力は高くないです。だからなんかこう肌の調子今日いいぞとか、そういう時にさらに肌をこう呼吸できるような気持ちいい環境を作り出したい時に使ってます。コンシーラーは NARS のソフトマットコンプリートコンシーラーの1276番と1278番。1278番をクマ。ほんとなんか隠してることを忘れてるかのように隠してくれるコンシーラーなんですよ。パウダーはもう大好きなローラメルシエのトランスルーセント。蓋に出してパウダーのブラシに取って、こんな感じでベースメイク完成です。ブロンザーもベアミネラルのものをほっぺたの下とフェイスライン、あとこの顎のライン。もう私ほんと顔に凹凸がないので、ブロンザーで陰影をつけることによって顔に立体感を。続いてマスカラタイムに入ろうと思います。エテューセのラッシュバージョンアップ。このマスカラ下地は本当にカールキープ力がもう抜群のぐんぐんなのでやっぱりマスカラはこちらでしょう。ヒロインメイクのアドバンストフィルム。目元に置いてググググググっとフォトビューラーで上げていきます。大好きなエクセルのスキニーリッチシャドウ。温かみのあるウォームブラウンを使用していきます。こちらの柔らかいブラウンを目頭側から中央まで入れます。ちょっと内側に入れてぼかします。で、私はこの眉毛と目の間がちょっと広いので、それを近づけるためにここの部分に柔らかいけど少し暗めのブラウンを入れることでちょっと近づけております。ココアのようなブラウンを、こちらを中央から目頭側に入れます。で、今の入れた残りをまたこの目頭側に少しだけのせます。そして今と同じ色を付属のチップに取って下まぶたにも入れます。締め色のブラウンを黒目の上から、私は目を開くと結構ラインが全て入っちゃうので、少しだけ普通の人よりも太めに締め色を入れます。そして今までののせたアイシャドウを何もつけていないブレンディングブラシでぼかします。
D アップのリキッドアイライナーブラウンブラックで引いていきます。全部に引かず黒目の上から目尻側まで引いていきます。眉毛はフーミーのペンシルで描いていきます。最近眉毛の描き方を変えました。まずは眉尻のラインを取って、でその眉と目を近づけたいのでちょっと下に毛を生やす。そしてなおかつちょっと自分の眉よりも内側まで毛を描いちゃいます。とにかく下に毛を足す。でちょっと内側まで入れちゃいます。下にも描き足します。でこの反対側がスクリューブラシになってるのでこれでぼかします。 RMK の眉マスカラを使っていきます。でこれは赤っぽいカラーなのでその温かみのあるブラウンのアイシャドウと相性がいいなと思って、チークはセルボークの今年の秋に発売になったブラウンです。これを付属のブラシで優しくのせていきます。で今までだとチークを結構内側に入れることが多かったんですけど、大人っぽいメイクの方が合う年齢になってきたと思うので最近はちょっとそれよりも外側に入れてなんですけど、あんまりクールな印象にはしたくないので斜めにシュッてチークを入れるんじゃなくてこう外側に楕円を描くように優しくのせるのが好きです。こっちのベージュの方がちょっとキラキラっとした質感になってるので上に重ねます。このチークをつけると一気にその秋冬っぽい雰囲気にしてくれます。ここでまたこのベアミネラルのシェーディングちゃんが登場いたします。ノーズシャドウ入れるんですけど、その眉毛と目を私は近づけたいので普通の人よりもちょっと内側から鼻を生やしますこれまた大好きなエトボスのハイライト、指に取って高く見せたいところに入れていきます。クリームタイプのハイライトなのでちょっとこう肌がしっとりと見えるような光沢感。お気に入りの NARS のリップパワーマットリップピグメント2786番。これにて最近の毎日メイクの完成です。メイクのポイントについてお話しします。今回ベースメイクはベアミネラルのアイテムで仕上げていきました。でファンデーションの下地も素肌感を残しつつも適度なツヤを加えて、そして潤いが朝から晩まで続き、しかもテカらないっていうもうマジカルなファンデと下地になってるんですけど、その中でもこの CR ディフェンスモイスチャライザーは保湿乳液でもあり日焼け止めでもありメイクアップベースでもあり、その大気汚染、日焼け止め、ブルーライトもカットっていうそのケアしながらベースメイクができるっていう点ですごくおすすめです。そして今一番気に入っているリップがこの NARS のパワーマットリップピグメントの2786番です。見てください、この発色の良さ。なんか人を食べていそうか人を食べてなさそうかで言ったら人を食べてそうな赤ではあると思うんですけど、ちょっと男性受けはねちょっと怖がらせてしまいそうなカラーなので良くないかとは思うんですけど、女子受けは抜群なリップと言いますか、適当な格好もおしゃれに一気に見せてくれる魔法のリップで、そしてもう何よりも落ちないんですよ。難点を一つ挙げるならとにかく発色が良くて、もうついたら落ちないので、さっきも指でポンポンポンってぼかしてったんですけど、その指がですね一日中染まり続けるんですよ。多分メイク直しの時に私指でやっちゃうんですけど、綿棒とか持ち歩いてそれで塗るようにしたら清潔にこれを保ちつつ綺麗に塗ることができるんじゃないかなと。これも結構色もたくさんあるしお気に入りの1本をぜひ見つけていただきたいなっていうリップです。この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録をお願いします。インスタグラム、ツイッター、オフィシャルブログも綴っているので URL 概要欄から飛んでフォローやチェックお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井亜美でした。そう言ったって私のここの幅の広さなんかもうフジロック開催できるんじゃないかぐらいの広さ持ってるんで。